どうも、日付変わりまして、こんにちは。ですね、これ、数日前からやっててどうしようっつってね、いつも同じとこまで戻っちゃって、先に進まないって言ってたやつ。これね、これ、先に進まない理由、ここでこだわってるから。というわけでね、これもね、結局ね、ほどくことにしたわ。何をしようかっていうのはまたこの後言うけど、とりあえずほどいてね、最初からやり直す。この形は同じ形でここまでやっていくけど、あのね、目数をね、目数をね、変える。もう散々ここまでね、瞑想してきたね、動画がね、その前にね、皆さんね、ご覧になってるかと思うけど、ここまでの前にねっていう。これにこだわってたら、もうほんと進まないからね、もうね、最初からやり直す。もうこれが一番。というわけで、じゃあ、こっから撮るよって話だけどね。まあ一応ね、全部の記録を残そうっちゅうことですわ。で、はい。で、さて、ちょっとラーメンはこっち置いといて。何するかっつうと、これですわ。どうするかっつうと、これ。いつも通り。なんじゃこれ。ね。これ、トータルで64目にしたい。最初編むのが、こう、31目。で、その後ぐるーっと一周回って、目増やして、そこ作って、で、64目になる予定。多分。というわけで、これでやってくる。うん。9、10、11。あれ私、でも、最初5でやってたよね。5でやってたわ。5だわ。5でやるわ。うん、はい。5で。5でやるっつったわ。だいぶ昔に。28、29、30、31。はいよ。31来ましたよ。31。ね。だいたい。これはだいたい10センチよ。だからね、10センチだいたいでいいからね。これちょっと縮むから、なのでちょうどいいよね。はい。これでいきます。で、1個編んで、ここからね、拾っていきます。よし。そうだ。昨日、そういえば、急に用事ができて、ちょっとパリに行ってきたんだけど、ついでに携帯行ってきましたよ。はい。昨日はね、ちょっとね、昨日の用事はね、ちょっと仕事関連でね、うん。で、ちょっと日銭がね、ちょっとね、入ったってね。へへへ。へへ。なので、そのお金を握りしめて、携帯屋に一目散ですわ。で、その用事があった場所から近くのね、クラフト関係の店、そこはまあ、もともとっていうか、メインは画材とかそんな感じなんだけど、まあ基本的にはそういう、そっち系のね、アート系の、お店なんで、別のものを買おうと思ってちょっと行ったんだけど、そしたらそこでコットンの糸見つけたんで、ちょっとね、必要があったんで、ちょうどいいやと思って、ちっちゃい玉のやつ、20g のそれいくらか買ってきて、で、そこから歩いて15分ぐらいのところにある、また別の携帯屋に行って、それでね、またね、毛糸っつっても、まあ、コットンとビスコスかなの混じったやつをまた買ってきて、その辺の糸をちょっと物色したら、なんかちょっと思いついたんで、それで買ってきたわ。でね、昨日買ったその 20g のね、コットンね、何色買ってきたのかな、なんか結構6色ぐらいいろいろ買ってきたんだけど、まあそれはね、実はね、作ってほしいっていう依頼がありまして、なのでそれはね、またね、あれですよ。動画にしますけどね。それも結構時間かかるかもしれんな。時間からかかるかもしれないけど、ちょっと細かい作業になりそうなんで、でもちょっと楽しみ作るのが。うん。パリ行けばね、いろいろお店あるけど、この辺は何もないからね。かといってね、毛糸だけ買いに行くためにね、行くのもね、なんだしね。だから昨日みたいに用事があった時に、まあ一緒にね、行ってね、ついでにっていう感じで。でもね、昨日はね、天気も良かったし、気温もそこそこ高かったから、まあ気分良かったよね。用事があったところからね、その15分、20分は多分歩かないんだけど、15分ぐらいは歩くのかな。歩いてったもんね。メトロ乗って行けるんだけど、メトロも乗りたくないし、めんどくさいんだよね、降りんのが。地下に降りんのがめんどくさい。結構荷物持ってんのになんか上下するの嫌だから、もう、そのまままっすぐ平坦な道を行った方がいいわっていう感じで、ずっと歩いてったわ。でもね、久々になんか、汗かいた感じで気分良かったね。なんか、ね、あんまり暑いの好きじゃないけど、でも昨日みたいなだいたい30度ぐらい近辺ぐらいの暑さで、何もしなきゃ汗かかないけど、で、動くとちょっと汗かくよね、ぐらいの、暑さが私は一番好きかな。うん。外出禁止が明けてからも
ほとんど変わらない生活で。まあ、あれですよ。出かけようと思ったらいつでも出かけられるから、その辺のストレスはないけど、それでもやっぱりなんつうのかな。ね、ほら、マスクしなきゃいけないとか、そういうのもあるからね。聞いた？日本でもニュースになってたみたいだけど、今朝、ネットでニュース読んだら、フランスでバスの運転手が乗ってきた乗客、フランスは公共機関マスクつけなきゃいけないんだけどね、今ね。で、乗ってきた乗客に、マスクしてなかったからマスクつけてくれって運転手が頼んだら暴行されてボコボコですってよ。脳死状態ですって。朝ね、ニュース見た時にね、最初ほら、まあ日本語でそれを読んだからね、はあ、日本も、日本もフランスみたいじゃんって思ったらフランスのニュースだったって。なんだ、フランスの話かと思って。運転手ボコボコにされてね、信じらんないね。でもね、脳死になるまでそこで、まあ4人でやったっちゅうからね、そんなになるまで殴るもんかねと思って。でも凶暴な人は凶暴だよね。なんかね、ストレス社会って言うじゃない日本もさ。でもフランスはさ、日本よりもさ、ストレス少ないように感じるわけ。私なんかいるとね。全然、社会的なストレスって、フランスの方がない気がする。少ない気がするんだけど、個人的なストレスは日本よりもしかしたら高いのかもしれない。っていうのは、実は、フランス人って言っちゃうとね、わがままなわけ。でね、自分が一番なわけよ、基本的に。でね、あなたが一番で育つから、なんて言うんだろうな。日本は違うじゃない。ほら、みんなと同じ風にしなきゃダメとかさ、みんな頑張ってんだからあなたも頑張んなきゃダメみたいなさ、なんかあんまりさ、あなたが一番っていう感じで育てられないっていうか、なんかそういう感じではないじゃない。なんか日本ってね、なんとなく。わかんないよ。うちはそうでした。だから頑張れ頑張れみたいな感じじゃないなんか日本ってね。だけど、フランスは違うんだよね。あなたが一番で育つからさ、ちやほやされて子供たち育つわけ。本当に。結構そういう家庭が多いんだよね。で、あなたが一番で育つとさ、どうなると思う子供って。自信持たせるのはいいけどね、何もできないくせに自信だけあるみたいな子供もいっぱいできるわけよ。本当に。これ本当。で、そうすると、ダメだっていうね、自分の挫折を味わうと、もうね、すごい打たれ弱いのよ。フランス人。本当ね、打たれ弱い。超弱い。本当に。男の人もびっくりするぐらい。えっていう感じ。で、本当メンタル弱い。本当豆腐メンタル。マジで。多いよ、そういう人。だから本当ね、すぐだからね、気病んじゃうしね。本当に。だからね、あれだよ。心療内科かかってる人がすっごい多いし、薬飲んでる人が多いし、で、ちなみにフランスなんか自殺も多いしね。言っちゃうと。なんかね、メンタル弱い人多いんだよね、フランス結構。なんか、挫折すると挫折に弱い人が多い。そんな感じ。なんでそんな話になったんだっけ？あ、そっか。そう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 。だから、そういう、例えばね、ストレスをいつも常に抱えてる人が多分すごく多いんだと思うんだよね。なんかあるともういざこざすぐ始まる。もう。なんかね、あれはね、なんつったらいいのかな。気質とかっていう問題よりも、なんつうの、喧嘩っ早いとかさ、そういう問題よりも、多分、ストレスなんだと思うよ、あれ。ストレス多いんだと思う。勝手な分析ですけど。本当メンタル弱いよね。いやでも私の周囲の人でもね、そういう人ちょこちょこいるんだけど、実はメンタルやられるとみんな気候が始まるよね。気候っていうか変な行動とかさ、あと感情が抑えられなくなる系がなんか多い気がする。まあね、難しい話だから一概には言えないんだけど、だからそうやってボコボコにしちゃうっていうのもね、あっちゃいけないことなんだけど、でもなんかそういうことが起こるっていうのもね、まあありえるよねって。本当にフランスはね、本当そうなんだよ。公共機関のね、運転手さんとかね、すぐ標的になるよね。そういうの。なんかあってね、乗客注意するとすぐやられちゃうね。まあ日本もね、そういうのあるんだろうけど、さあ、これで始まってきたけど、まあいいや、とりあえず編んで、それで数を数えよう。よし、どれ、これで数えるぞ。1、2、3、61、62、63、64。合ってるよ。64だよ。見事。見事でございます。というわけでですね。はい。64。ぴったんこです。というわけで、じゃあ、ここからどうしていくか。しばらくは、そうね。だから、この前と同じぐらい。5段ぐらいは、あれですわ。あれを編んでいきますよ。
細編みだけど、この前と同じバッテンの細編みを編んでいこうと思います。なので、ここから、ね、バッテンの細編み、はい、おさらいです。これ入れて、上から引っ掛けて、こうして、上から引っ掛けて、これをね、5段ぐらい。はい、ここまで来ましたよ。また忘れてる。はい、再びここ、戻ってまいりました。何度も見たような光景。だけどね、これはね、はい、こんな感じ。ちょっと広いけど、まあ、大丈夫、この程度なら。ということで、5段編みました。で、ここでどうするか、まだここつなげてないけど、ここでどうするか、とりあえず、ね、モザイク編みするには、1段筋編みが必要なので、ここで筋編みを1本、ね、筋編みを1段入れます。で、この後にね、色を早速入れていこうかなと。ね、やっと進むわ。もう本当に嬉しいわ。つってね、また途中で瞑想して変更事項とか出てきたら嫌なんだけど。いや、嫌なんだけどってね、自分でやってんじゃんね。次は何やろうかな。もう次かい。まだ終わってもいないのに。つうかまだ模様も始まってないのに。よし、ここまで編んできた。よし、よし、よし。というわけで次は色を入れていこうと思います。この前みたいにいちいち締めてやろうかな、やっぱり。その方が綺麗だから、見た目が。見た目重視。なので一回切っちゃいます。ね、もう今回はね、すっぱり、もうね、いろいろ考えない。いろいろ考えずに、すっぱり。こうして、それで、ね、こうしておけば、悩むことなく、しかもどこからでも始められるっちゅうね。そういうことです。こっち側にかけておけば、全部拾っていくから、こうしておく。ほら、これでいい。はい、できた。よし。じゃあ、どんどんいくぞ。どんどんいきますよ。で、前回もそうだったんだけど、ここまでね、編んできてやってた時もそうだったんだけど、これは白。白は5号。そして色は4号で編みます。さあ、じゃあ、茶色、茶色。では、どっからやるか。端っこがどこか。こっから行こうかな。こっから行こう。はい。じゃあ、これでいきます。はい。じゃあ、これね、鎖編みして。ね。なので、こっから行きます。鎖編み。で、根元に1回入れて。で、ここ。で、これでずっとね、裏取って。ここも1段ずっと筋編み。ここもやることないから。今日はどこまで編めるかな。まあ、今日中にはちょっとね、終わらないかもしれないから。で、失敗続きの前半があるんで、多分また、あれだな。一本では終わらないな、この動画。本当はね、全部30分くらいに収めたいんですよ。ね、今日はパターンも単純だし、そんなに難しくないし。よし。で、これでこうやってやっとけば、あと全部拾ってくれるから。5でいいか。よし、こんな感じ。はい。とりあえずカラーの1段目は編めました。編めて、で、次白だね。またね。交互に入れていくからね。で、ここで初めて、こう、下に下ろす感じなのが出てくるからね。鎖編みをして、立ち上げて。また夜。あれだわ。夕飯タイムだわ。でも今日はぼっちだから。はい。じゃあ、引っ掛けて長編みね。すくって抜いて、で長編み、ね、で次ここ、次は下ろさないから、次も下
ろさない。次も下ろさない。どこで下ろすんだい？間3個。1、2、3、間3個だね。だから次は下ろす。楽しいよ、この編み方。ぜひ、おすすめ。ここで入れちゃいけない。ここで入れると、筋がなんか出ちゃう。一回ここ引いて、ここで入れるのが一番いいね、実は。私の経験上。私はね、ここで入れるのが好き。よし。ずっと3個ずつかな。ずっと3個ずつじゃない？そう、ずっと3個ずつ。3個ずつ下がっていけばいい、今回はもう本当に、短いターンで同じ模様がずっと入ってく感じになるから、前のよりは全然楽。さあ、みんなはこの夏何をするって、日本での夏ってどんなだったかなって今なんか思い出してもあんまり記憶がないよねっていうのは、ほら、日本ってさ、こういうなんかヨーロッパとかと違ってさ、バカンスバーンっていうのがないから、普通に働いてて、で、まあもらえるところは1週間の夏休みもらってみたいなね、そんな感じじゃん。1週間はもらえたらすごいよっていうところももしかしたらあるんだろうけど、私はなんかあれですよ、私が働いたところは一応1週間もらえる。何日？何日あったんだっけ？ 5 日間？ 5 日の5日間の夏休みかな、それとも7日か、数えて7日かな、7日あったんだけど全然覚えてないや。もうとにかく1週間とか取れた。普通に取れましたよ。なので1週間丸々休ませてもらって、でもね、7月8月に行くことはなかったな。結構夏休み取れる期間が長かったからね、6月から9月の間で取ればいいみたいな感じだったから、7月8月に取ったことほとんどなかったと思う。でね、7月8月はほらファミリーの人とかがさ、ね、お盆とかにも取るしね、だから8月とかはやっぱりね、取りたい人いっぱいいるし、子供がいたりとかするとね、やっぱり夏休み中じゃないと子供に合わせて取るから。私はね、働いてる時ももちろん独身な。はい。また携帯が切れちゃいましたよ。ということでね、一応一段見ましたね。一段でこんな感じ。ね、次はまたね、これね。このね、ちょっと説明しとこうかな。これ。で、説明すると、ここが、まあ1色入れて、2色、2色目入れて、3色目入れて。で、次に入ってくるのがまたこれになるから、2つの柄が、まあ、パターンでこうコロコロ変わってくる。そこを3色で入れていくっていう感じ。そんな感じになると思うんだ。ちゅうわけで続けていきます。はい。なので、これをこう入れて、はい、次。こういう感じ。ね。これで四角ができる。で、次はね、ここのところ白がかぶってくるから、おっと待った。何か忘れてないか？ここじゃんね。一番最初じゃん。タク。はい。はい、じゃあ一番最初。戻ってきました。何事もなかったかのように始めますよ。はい。じゃあね、一番最初、もういきなりここほら、ここあるから、これすっかり忘れてた。これをね、引き上げないといけないね。これね。こっからだわ。もう、すぐ忘れちゃうね。一番最初は見逃しやすいな、なんかやっぱり。ついつい先に目がいっちゃうから。下に目が降りないよね。先行っちゃうって感じ。よし。これでいいんだね。はい。これでバッチリ。これ、でも今気づいてよかったよね。最後に気づいたらどうしたんだろう。もう一回重ねたんかな、上から。それとも戻ったんかな。どうしただろう。めんどくさがりのこの私。ね、何度もほどくからやっぱりほどくんだろうけど。こんな感じで四角が続いていきます。楽しみ。昨日はだからね、久しぶりにね、パリに行って、久しぶりに街中を歩いて、なんかもうすっかりあれだね。みんななんか何もなかったかのように過ごしてる感じがするけど、ほらレストランがねずっと閉まってたわけよ。お持ち帰りだけはねできるところはやってて、でそれで外出禁止が明けた後にレストランは全面オープンはまだでもテラスの席だけは開けてもいいよっていうことになって、でもほら店内に入れないからテラス席を増やしたわけですよ。どこのレストランもできるところはね。だからテラスがすごい増えてて、で今はねもうね
レストランの中もね、開放されたからね。でもただ、やっぱりその距離を取らなきゃいけないっていうんで、だから同じ数のテーブルを使えないみたいな感じになっちゃってて、で、それがさ、テラスでしょ？で、普通は歩道の上とかじゃない？ね、普通は。うん。だけど、あまり場所がないところ、なんつうの、パーキングがあるでしょ、道路のね。そこまでテーブルと椅子出してるっていう。最初は、だからその、なんていうの、外出禁止が明けた後の、外出禁止が明けて初めてパリ行った時かな。前は何もなかったところに、いきなりなんていうのかな、道路にテーブルが出てるとかね、見てびっくりしたんだけど、普通の人たちがレストランが空いてないから、だからレストランで食べられないから、自分たちでテーブルを道路に出して、食べてる人とかいて、びっくりみたいな。どうなん道路で食べるってみたいな。あとはやっぱり食べる場所がないから、そのお持ち帰りしか食べられないから、で、みんな食べるとこないから、公園も閉まってるわけだから。公園とかベンチのあるようなところ全部閉まっちゃってるから、だからさ、みんなお弁当とか買っても、お弁当とかサンドイッチとかそういうの買っても食べる場所ないわけよ。これだみんな道路でさ、まあテーブル出せる人、だからその辺で働いてる人とかさ、そういう人たちはそこからテーブル出してきて道路で食べるとか、歩道で立ったままそのまま、なんていうの、食べてるとか、そんな人たちがいっぱいいてちょっとびっくりしたわ。どうなんあれっていうね、衛生的にもどうなのっていう、ちょっとびっくりするんだよね、本当にね。だから道路の端っこっていうか、なんていうの、歩道の端っこにもう座って食べるとかね。散々な衛生がどうのこうのって言われて、ウイルスどうのこうの、衛生がどうのこうのって言われてんのにそれやるみたいな。ちょっとびっくりしたね。歩道で座って食べてる人いっぱいだよ。そういえば。公園空いてないから、ベンチないから。ああなっちゃうんだよね。やっぱり場所がないとね。でもね、そういう光景が見られましたよ。あの時期。とっても不思議な光景。まあでもさもありなんだよね。パリじゃ。パリっていうかフランスじゃって、ちょっと見ながら、それを眺めながら思ったけど。私は絶対やんないけどね。なんかでも私いつも喋ってるとなんかフランスをディスってるようにしか聞こえないんだけど、でもそれはね、ほら、あれだから、しょうがないよね。ディスってるわけじゃないんだけど、フランスの現状を、現状とか様子をお伝えするという。これでずっと編んでって、いきなりここも下げればいいんだよ、だからね。うん。いや、別にフランスは嫌いなわけじゃないんですよ。うん、嫌いってことはないですよ。嫌いだったらね、住んでらんないよね、そんなにね。でもね、あれですよ。うん、そうだね。好きっちゅうが好きかな。っていうのも、あの、これはね、おすすめする。もう本当にこれはおすすめ。っていうのは、旅行行くにはやっぱりいい国だなって。うん、旅行するにはやっぱりいい国だなって思うわけ。だって綺麗なとこいっぱいあるし、ご飯美味しいしって、旅行するのにね、やっぱりすごくいい条件がいっぱいあって、まあ、あれだよね。どこ行っても、来なきゃよかった。なんちゅうところはないわけよ、やっぱり。もう来てよかったっていうとこばっかりで、景色も綺麗だし、とにかくご飯美味しいし、私食べるの大好きだからね。うん。だからね、旅行するには本当おすすめよ。うん。でもね、フランスの良さはね、やっぱりね、これはね、言っておきたいね。フランスに行きたい人には言っておきたいね。フランスの良さはパリではない。いや、パリもいいよ。パリもいいけど、本当の良さはパリだけじゃないってことよね。やっぱ地方行くのが一番いいわ。だから勇気があったらね、ぜひね、電車とかに乗ってね、地方に行ってほしいな。そんなうんと遠いとこじゃなくてもいいから、ちょっと電車乗ってね、パリから郊外とかね。うん、そんな感じでサクッと行けるとこでもいいし。とにかくおすすめは、フランスの極意は田舎にありって感じだね。言っちゃうと。本当に。でも日本もそうだと思うよ。やっぱり東京とかね、大阪とかね、大都市だけ見て、これが日本って言うんじゃないじゃない、やっぱり。ね、それはフランスも同じだから。確かにパリはすごいし、ね、いろんなものあるし、パリっていうのはね、エッフェル塔とかいろいろあるじゃない、ルーブル美術館とか、凱旋門とか。だから、ああいう歴史的建造物とかもね、うん、そういうのもやっぱり立派だから、それは見るに値するとは思うんだけど、でもやっぱりフランスの良さってのはね、田舎だよ。本当に。それは思う。パリってほら、世界で一番観光客が多いって言われるんだよね、確かね。うん、で、やっぱりなんていうのかな、ヨーロッパの中で一番なんていうの、レストランとか、その食文化がやっぱり栄えてるっていうかね。だからあれですよ、ヨーロッパ内では一番日本食のレストランも多いしね。
だからわざわざ、なんていうの、ヨーロッパ内の人たちがパリ旅行に来ると、わざわざ日本食食べに来たりするからね。本当だよ。本当に。レストランの数っていうか、充実してるんだよね。ヨーロッパの中では最も。多いよ、本当日本人多いからね。何人住んでんだっけ、パリ。パリって何人住んでんの？ 2 万人？フランス国内で4万人、パリが2万人だったかな、確か。そのぐらい住んでる。意外とだから普通に暮らしてると普通に日本人すれ違うしね。で、日本人街もあるし。でもね、あれだよね。やっぱり他のアジア人と日本人と違うところは、他のアジア人なんかはみんなほら、やっぱりそのコミュニティ作ってそこに固まって住むっていうさ、ベトナム人にしろ、中国人にしろ、そんな感じなんだけど、日本人はね、そんなに固まって住まないよね。その日本人街ってところも、結局は日本系のお店とかそういうところあるけど、だからといってみんなその辺に住んでるかっていうと、そういうわけでもないから、みんなあれだよね、住んでるとかバラバラ言われる日本人街っていうところに住んでるっていう人を聞いたことがほとんどない。みんな違うとこ住んでる。で、お商売だけはそこでやってるって感じ。でも中国人とか中国人街っつってみんなその辺に住んでるでしょ。だからその辺がやっぱり違うよね。コミュニティ作って住んでる人たちと。でも日本人は日本人会とか確かにあるけど、でも日本人のコミュニティを作って固まって住むっていうのはないからね、本当に。ちょっと変わってるよね、日本人ってやっぱりね。あんまりそういう意味では群れない。いや、でも変わってる人も多いよ。そんなこと言ったら私もね、まあ変わってる人と思われてるのかもしれないけど。9割が女性、9割、8割だが9割が女性って言われてんだけどね。あの、フランスに来る男性はちょっと、あれですわ。変わってる人おるわ。ちょっとそうね、変わってるわ。男子少ないからな。だって普通さ、例えば留学しようなんてさ、言った時にさ、ダンスイがだよ。ダンスイがフランス選ぶ普通。よっぽどの理由がない限り、モード系とかさ、あとはなんか、はい、じゃあとりあえずここまで来ましたよ。ね、もうね、夕飯の後だわ。実は、さっきまで撮ってた動画をね、取り込もうと思ったら、なぜ取り込まないとほら次撮れないからね。取り込もうと思ったらなかなかいかないわけよ。時々ほら、感知しないっていうかね、認識しないからパソコンが。iPhone はね、認識するのにビデオがないって、何もないって言われちゃうからね。それで何度か試して。それでやっとさっきは言った。で、ここは、まあ、新しく色変えて、下とはもう、全然、関係ないんで、ひたすらここはね、もう一段、色を編んじゃいますね。まあでも流行り病の影響ってのは大きいよね。私もだからいろいろこういうことしよう、ああいうことしようなんて話がちょこちょこあったんだけど、お仕事関連でね。でもなんかそれも結構吹っ飛んじゃったから、っていうか全部吹っ飛んだ。もう入るものが何もないから困っちゃうけど。毛糸が買えないよね。そうなると。毛糸が買えないって、それがね、ちょっとね、今まではね、買いたいと思えばね、いつでも買えてたけどね。本当になんかそんな話ばっかりしてるよね。まあでも昨日買えたから、いくらか。それはそれで嬉しい。だから昨日ほら暑かったから、毛糸屋行って。で、お店入るときはマスク必要だから、マスクをね、つけて入るでしょ。もう汗だくだよね、やっぱりね。夏は暑いよね、マスクね。あれ、久々になんかあれだね、気がついたね。なんか、そんなこと長らくなかった気がするんだけど、なんかマスクの中で鼻の下に汗かいてたよね。子供みたい。まあ、そのままマスクで拭い取ったけど、私はね、手作りマスクですからね。いや、あるんですよ、実はサージカル。あるんだけど、なぜか使わないで手作りマスクを使ってる。いっぱい作っちゃって。面白くて。ついつい。あれちょっと待って。なんか無意識になんか編んでっけど、いいのかな？よくないよ。よくなかった。はい。じゃあ、ここから白。に編んで、そう。2個2個、2個2個。あ、でもずっと2個ずつじゃないね。はあ。ここは下げるんだね。わかった。はいよん。2個1個2個1個。違うな。2個2個1個1個2個2個1個1個だわ。2個2個1個2個2個1個。そんな感じ。はい。じゃあこんな感じで次。青ですな。どんどん入れてきますよ。どんどん。どんどん入れてきますよ。どこかな？どっからかな？日本に帰りたいな。唐突に言うけど。日本に帰りたい。帰りたいよ、本当に。帰りたい理由まずね、あれだね。100均。というわけでね、青も入れてきましたよ。
しょっちゅうね、ちょっとね、動画が止まっちゃうから話がね、途切れ途切れになっちゃうけど、まあしょうがないね。ね、ここもね、なんとなく綺麗に、まあ出来上がりをね、見てもらえばあれかなって感じなんだけど、ね、上から降りてくるのを考えるのはね、この最初のところだよね。被った方がね、やっぱり、最初のところ綺麗だから、綺麗っていうか、目立たない。すっかり夜だわ。すぐ夜になるわ。とりあえず青が入ったから、で、次はこの次ね、もちろん緑を入れてきますわ。まあね、大体ね、あれね、慣れたよね。こうやって慣れてくると、柄を見ただけで、どこで下ろしていけばいいのかが分かるようになってくるから、そうなると、もうモザイク楽になるわ。そうだ、さっきの会話はどこで終わったかなって、今ちょっと考えてたんだけど、日本に行きたいで終わったねと思ってさ。そう、日本に行きたいよね、早くね。ほら、流行り病のね、間は、ね、国境を閉めてたっていうかね、国境を閉めてたも何も飛行機止まってんからね、あれなんだけど、それでもなんか、あれじゃないヨーロッパからね、こう、バーっと帰っていった人もいるじゃない。あれはね、どういう人たちが帰っていったんだか、旅行者と、あと、まあ、駐在の家族とかね、そういう人だと思うんだけどね、多分ね。でもなんか私はね、別に、まあ、そういうことで帰るつもりはないからね、日本にね、こっちがほら住んでる拠点だからさ、今はさ、あれで帰ろうとは、日本に帰ろうとは思わないんだけど、ああいうことでね。でも、どうなんだろうね、帰ってね、こう自分がこう持って帰るっていう危険性があるっていうのに、その帰るっていうのがね、ちょっとどうなんって思って、ちょっと見てたけどさ、動かないのが一番いいと思うんだよね、やっぱりね。だから私なんか、違う、こっちに、あれですよ、もうだから今日構えてね、住んでる人はね、まあ、私の周りでは誰一人帰るっつって書いた人いないけどね。みんなこっちがほら基盤だからさ、生活の基盤が。日本に帰ったってどうにもならないからね。そういう人はもう帰るも何もないからね。だから日本に帰ったりなんかしないんだけど、そういう時に。あれでだから海外から帰ってきたっていうのはやっぱりね、あれでしょ、仕事で行ってる人とかね、家族とか、まあ旅行の人もまだ帰ってきてない人いただろうし、そういう人はしょうがないよね、帰るのね。というわけで収まったらってかまあ落ち着いてね、こう飛行機がちゃんと飛んで、こっちから問題なく行けるようになったら日本ね、行きたいよね、本当に。いつになったらいけんのかな。大体ね、私はね、いつもね、年にね、1回ぐらいは帰りたいなと思って帰るようにしてるんだけどね。たまたま帰れない時とか1年半ぐらい空いちゃうとかそういう時あるけど、でもまあ年に1回は、まあ帰るようにしてんだけどね。やっぱね、1年に1回ぐらい里帰りね、したいからね、やっぱりね。今年はね、ちょっともう諦めてっけどね、年内は無理かなーなんて思ってっけど、まあでももし国境が開いて問題なさそうだったら買いたいけどね、できるだけ早いうちに。そしたらね、もうワクワクだよ。ほんと、100均行くわ、100均。100均行くわ。とりあえず。でもどうやって行こう。飛行機代出るかな。そこが問題みたいなね。いや、でも変わりますよ。なんだかんだ言って。そういう時は、へそくりないけどさ、なんとかね、演出して帰るんだよ、そういう時は。あったかい時期だったらな、次は北海道とか行きたいんだけどな、もう何年も、10年、10、20年か、20年ぐらい行ってないからね。もうね、買うものはね、いつもね、思いつくとね、リストアップしてね、書いとくの。だってさ、帰った時に、ね、帰る前とかにね、よくみんな、何が欲しいかな、何買って帰ってこようかな、つってみんなこう、ね、考えるんだけど、その時になって考えてもさ、漏れるからさ、やっぱりさ、そのリストから。だからやっぱ思いついた時にメモっておかないと、絶対なんか全部買って帰れないっていうか、忘れちゃうんだよね、やっぱり。ああ、これ忘れてるじゃん、みたいな。ああ、これ買おうと思ったのに忘れちゃったとか。だからもう帰国が決まるとちょっとずつまずはアマゾン。まずはアマゾンポチッとなっていう感じで。で、それをやってから、あとは、リスト。アマゾンポチッとなは必ずやるよね、やっぱりね。大体みんなやるよね。さあ、次、緑。緑を入れていくよ。
これこれ。で、四角の緑入れて、そしたら今度、このね、幅広のね、柄をこの茶色いので入れていく。長さ25センチまで続ける。っていうかまあ最後までじゃないけど。で、最後はまた白いのでね、締めようかなと思ってるから、私の趣味ね。うん。また映ってなかったんじゃない？なんかね、ほんと、ちゃんと映るように気をつけないとね。本当に。ね、フレームから外れてね、撮ってたってね、もう見づらくてしょうがないよね。イラッとするんじゃない？見てて。っていうか私がイラッとするわ。もうちょっとで見えるのにみたいなね。イラッとするわ。もう自分でやっていながら。すいません、いつも本当に。フレームアウトしてすいません、本当に。慣れないので。うん、結構狭い範囲しか撮れないなって、本当にそういう感じだからさ、思ったよりなんか狭い範囲だから、本当に気をつけてやらないとすぐフレームアウトしちゃう。ね。ここ、今ハマってるよね。ここ真ん中でしょ。難しいわ。よくみんな綺麗に収まってるなと思ってね、いつも見てるんだけど。モニターとかあればね、わかりやすいのかもしれないけどね。どっか行きたいなどっか行きたいってどっか行きたいって海外ね、海外、国内じゃなくて。いや、国内もいいんだけど、海外も行きたいんだよ。なんかね、本当に、去年夏あれですわ、ザンジバル行きましたよ、ザンジバル。ザンジバルって知ってる？ザンジバル。知ってる？ザンジバルってね、タンザニアにあるね、タンザニアの、インド洋側の沖にある島なんだけど、タンザニア領ザンジバル島。すっごい綺麗なの。海が。すっごい綺麗。うん。で、タンザニアだからね、すごくいいのはね、あれなんだ、あの、うんごろからね、うんごろですよ。キリマンジャロのふもとですよ。そっからね、マサイの人たちが出稼ぎに来てんのよ。マサイ族が。ね、昔よくテレビで見たぴょんぴょんぴょん跳ねてるマサイ族みたいなね。でね、彼らがね、若い子たちがね、男の子特に、まあ、あれですよ、女の人もいるんだけど、子供連れてね、家族で来る人もいるんだけど、出稼ぎに来てるんですよ。うん。でね、何売ってるかって、もちろんマサイのお土産売ってるんだけどね。まあ、人がいいんだわ、マサイ。本当に。あのね、うん、結構しつこいよ。結構しつこい。やっぱり、お土産売らなきゃいけないから。でもね、それがね、嫌味がないっていうか、ちょっとしつこいなって思うけど、でもなんだろうな、ちょっと違うんだよね。なんかね、彼らすごく素朴でね、でも一生懸命売るっていう感じ、本当に。で、すごい素朴でもあるから、なんかね、嫌な感じがしないわけ。しつこさがあっても。うん、明るいしね。だからね、あれだよ。結構いろんな人と喋ったっていうかね、まあ、向こうが喋りかけてくるからあれなんだけど、英語喋ってくるよ、英語ね。うん。でね、彼らはね、本当にすごい素朴で、驚いた。ああ、そうなんだと思って。でね、なんかあるとね、あれ、喜びを表すのかしらね。よくわからないんだけど、ジャンプするよ、本当に。4、5人ぐらい集まってジャンプしてる。本当に。うん。で、まあ、もちろんね、それをね、観光客に見せるためにやるっていうのももちろんあるんだけど、でも集まってジャンプしてるの、本当に。ですっごい飛ぶんだよね、やっぱりね。うん。うん。いや、ほんとみんな細いよ、ああやって。本当にスラーっとしてて、本当に細くって、すっごい身長高い人っていうのはね、それほど見なかったんだけど、それでも平均的に言ったら全然ちょっと高めだよね。高めで、ほいでいてもう本当にスラッとしてる。もうあの体型。本当に。だから太ってるマサイはいない。私が見た限り。うん。私が見た限り太ってるマサイはいない。うん。いなかった。でもすごい良かった。首都になるのかな、ストーンタウンってとこもね、そこに最初滞在して、で、その後、いろんなビーチ巡ったんだけどね、もうとにかくビーチはね、綺麗だよね、やっぱり。そのまま、自然が残ってるっていう感じでね、あんまり、まあもちろんストーンタウンってその街のね、ビーチはね、それほどうんと綺麗ってわけでもないし、まあ言っちゃえばね、あれですわ、ゴミとかもね、そこそこ落ちてるんだけど、でもね、本当に、そういうとこから離れたところのビーチはむっちゃ綺麗。うん、私もだから最初見た時に、ザンジバルって、ザンジバルってこんなんなんっていう、私、なんとなくイメージがね、違う意味でイメージがあって、ザンジバルって。で、それで、なんかの写真見た時に、もうすごいビーチがまあ目に入ったわけですよね。
でね、驚いたわけ。ザンジバルってこんな綺麗なビーチあるのみたいな。で、それでびっくりして、それでいつかね、行けたらいいなって。だからヨーロッパからそんなにうんと遠くないし、だからね、行けたらいいなと思って。何時間ぐらいだったかな、飛行機で。でもね、ナイロビで乗り換えたからちょっと時間かかったんだよね。結構、トータルで9時間ぐらいかかったかな。だから、結構かかるっちゃかかるんだよね。でもね、よかったよ、すっごい。で、ご飯もそこそこ美味しいし、思ったよりなんか全然美味しかった。そんなに危険な感じもしないし、多分だから、あれじゃないタンザニアの、首都とかね、あと途中だから経由したナイロビとかの方がよっぽど怖いよね、多分。多分そういうちっちゃい、なんていうのかな、スリっていうか、ちょっとした窃盗とかそういうのはね、結構あるらしくて、夜なんかも、ね、ストーンタウンってところで、夜、まあね、女の子が一人で歩くっていうのはやっぱちょっと危ないんじゃないっていうのは、もちろんあるんだけど、これでいいのかな、ここは。さあ、ちょっとチェックして。これを編む前にチェックしないと。で、これはここと一緒の感じになるから、ここ、隣、ここは下ろすんだね、だからね。うん。そう。だから、そんなにうんと怖いってこともないし。初めて、だから本当はね、タンザニア動物見に行こうかなって言ってたんだけど、動物見に行くにはね、えらい早いことを予約しないといけないらしくて、だから私たちがなんか行こうかなって決めた時にはもう時すでに遅しって感じで遅いですよって言われちゃって、エージェントの、旅行会社の人にね、遅いっすよって言われちゃって、そんなのもう半年も前に申し込まなきゃダメとか言われて、そんなもんなのってちょっとびっくりした。そんな早くに申し込まないといけないのみたいな。らしいですよ。こっちではね。日本からだとわかんないけど。で、それで行けないと分かったので、じゃあザンジバルでいいか、つってザンジバル。そう、もともとだからね、その動物見たら帰りにザンジバル寄って帰ろうなんて。ね、ビーチあれして帰ろうなんつって言ってたから、じゃあビーチだけでいいよって言って。で、ザンジバル。いいっすよ、ザンジバル。ちょっと日本からじゃ遠いけどね。どうやって行くの日本からみたいな。どこから行くんだろうね、日本からだとね。でもドバイ経由とかあった気がする、飛行機が。だから日本からだと日本、ドバイ、ザンジバルとかじゃないの多分。うん。じゃーん、見てください。見てください。なぜか戻ってる。白を編み始めたはずなのに、緑まで行ったはずなのになぜか戻ってる。なぜなら、それはエラーを見つけたからです。というわけで戻りました。はい。ここ、真ん中のね、この部分だね。この部分を全部、下に下ろすの忘れて、編んでちゃったね。なので、もう戻るしかない、こういうのは。そのままちょっと進めるわけにいかないので、模様の部分は。なので、致し方なく戻りました。はい。こんなだからね、進まないんだよね。どこまで話したっけ、さっき。もうね、しょっちゅう止めるか分かんなくなっちゃったよね、どこまで喋ってるかね。もうだからもう編集でうまいことをつなげる感じになるんだけど。ね、喋らない、っていうか、もう喋らないって決めてね、なんつうの、止めないんだよね、動画をきっとね。でもついついね、ほら、ノリで喋っちゃうからさ、もう喋ってるとずっと撮っちゃう。で、どうでもいいとこずっとね、撮ってたりしてね、ベラベラ喋ってるだけの動画になっちゃうのかもしれないけど、それはご了承いただきたいということでね。とりあえずでもね、いいっすよ。これはもうね、どんどん進めていきますわ。今日はね、もうね、絶対終わらないんで、もう夜なんで。で、明日また引き続きやってきますけど、明日中にはね、終えたいよねっていうことで、今日ね、これからしばらく、撮影なしでね、じゃかじゃか進めてっちゃおうかなっていう感じですわ、途中までね。大体だから模様はこの2種類の模様の繰り返しになるんで、あれですわ。目新しいものはないっす。色が入ってくだけなんでね。で、こう四角いのと、こういうのとね。こういう、ほら、もう、面白いわけじゃないんで。編んでるところは。喋るだけですわ。喋りが面白いかどうかも別として。なので、これをね、ちょっとね、結構なところまで編んでいっちゃおうかな、今日はっていうね、そのまま夜。動画撮らずに。だってでもね、ライトでちょっと見づらいかなと思ってね、やっぱりね。で、明日は、だからこの、モザイクの模様
を終わりにして、白いところをまた上に編んでって、で巾着を終わらせようかな。じゃあ今日はこのぐらいにしようかな。珍しくここで切ろうといういつもはね、もう適当っていうかね、ほら、ところどころ、切りのいいとこで切って、これで動画つなげるから、今日はたまにはいいんじゃないですか。こうなんか、ではまた明日みたいな感じで。とりあえず、だから、進めておきます。明日までに。っていうか、明日終わるように。動画はね、以前撮ったものからだいぶ編集して、では、こんな感じではございますが、また続きは明日ということで。